こんにちは、ますみです。本日はつい先日発表された Firebase の新機能7選を解説します。早速本題に入ります。1つ目の新機能は Firebase Functions における Python の対応です。これまで Firebase Functions すなわち Cloud Functions for Firebase では Node.js しか使えなかったのですが、ついに Python も使えるようになりました。これはかなりインパクトの大きいアップデートです。2つ目の新機能は Firebase Functions における計算力の向上です。扱えるメモリ量が向上しただけでなく、1つの Functions のインスタンスが今までは1つの処理しか扱えなかったのですが、1000リクエストまで並列処理できるようになりました。結果的にコールドスタート、遅延、コストなどが軽減されたようです。3つ目の新機能は Firebase ホスティングにおける Astro、Svelte Kit、Next、Flask、Django への対応です。昨年のアップデートで Firebase ホスティングが同的サイトである Next.js と Angular に対応しましたが、今回 Astro、Svelte Kit、Next、Flask、Django にも対応しました。まだパブリックプレビューではありますが、特に Flask と Django に対応したことは Pythonist にとってかなりありがたいと思います。Firebase Functions も Python に対応したことで Firebase はデータサイエンティストにとってもかなり身近なツールになるかもしれません。4つ目の新機能は Firebase ホスティングにおける Flutter Web への対応です。Flutter と Firebase ホスティングの連携がさらに強化されました。Flutter Web はまだ不安定な点もありますが、Flutter エンジニアにとってはかなり嬉しいニュースですね。5つ目の新機能は Terraform への対応です。Terraform とはインフラ自動構築ツールです。Terraform を用いるとインフラの環境構築をコード化することができ、別のインフラ環境にコード化された環境設定を迅速に適用できます。この Terraform を Firebase でも使えるようになりました。6つ目の新機能はリアルタイムリモートコンフィグです。リモートコンフィグとはリリースされているアプリに対してコンフィグの情報を Firebase のコンソール上から更新できる仕組みです。この機能がリアルタイムで反映できるようになりました。例えばあるアプリ上の決済ボタンの色や文言などを変更したいときに、再度アプリのデプロイや申請などをせずに Firebase のコンソール上から素早く変更することができます。7つ目の新機能は Firebase Extensions です。最後に最も大きなニュースです。Firebase Extensions が発表されました。この機能は簡単に説明すると Firebase の拡張機能です。Firestore にファイルが格納されたらメールを飛ばす、Firestore 上のテキストを翻訳するなどのよくある機能をあらかじめ拡張機能として Google が用意してくれました。この拡張機能を Firebase コンソール上からインストールするだけで機能をすぐ利用できるため、かなり開発工数を圧縮できます。さらに Google は Firebase Extensions を使えば Palm API という Google の LLM も使えることを強くアピールしました。これは OpenAI の GPT から Google の Palm へ移行を促すようなメッセージにも私には聞こえました。また Firebase Extensions Hub を使えば自分でエクステンションズを作ってビルドもできるそうです。このアップデートはかなりインパクトの大きいアップデートであることは間違いないでしょう。以上、本日は Firebase の新機能7選を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。